皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。じゃじゃーん。なんでしょうこれは。新しいですね、はい。時田種苗のカタログが完成しました。はい。おめでとうございます。毎年ねこんな動画上げさせてもらってますけど、我々社員も楽しみなんですよね、これできるのね。で結構これほら外注してさプロの方に作ってもらうとこじゃないんですよ、時田種苗は。はい。時田種苗らしいですね、こういうとこがね。そうですね。時田種苗こういう会社です。はい。結構素人がねみんなで寄ってたかって頑張って作ってるんです。でもちろんそれ毎年やるので年々クオリティが上がっていくというね、はい、成長まで楽しんでいただけるという。なるほど。そんな種苗と園芸ですが、今年の表紙、はい、これ何か分かりますか、カエル君は。トマトです。それは分かっとるんですよ、みんな分かるんですよ。それはちょっと色がおかしいでしょ、おかしい、そして形もおかしいでしょ。そうですね、下の方がちょっぴり、ね、なんかちょっとその脇にヒントとなるものが。これか。あ、いやさっきのこれね。そっちですね。そう時田種苗の一つ顔とも言える、はい、トマトベリーというミニトマトがあるんですよね。はい、その名の通りベリー型のトマト、ハート型のトマトですね、いちご型のトマトというか、そのトマトベリーの仲間でトマトベリーオレンジというのがね、はい、できましたよっていうね、のが今年の表紙になっています。はい、まあ可愛いよね。ちょっとこのカタログ映えするかというとなんかちょっと色あせたように見えちゃうからあれなんだけど、これ実物はねむちゃくちゃ可愛いですよ、本当ね。まあ写真もいい写真だと思うんですけど、実物はこの写真以上に可愛い、ね、これが表紙になっております。で今年のカタログね、この後オープンで11月の16、17日時田種苗開催されますが、その時から一般に配布されるわけなんですけれども、今年のカタログちょっとご紹介していこうと思うんですよ。すごい変わりましたよね。すごい変わりました。まず何が変わったかというとですね、開き方が変わりましたね。これ開き方変わりました。はい、ついにこうなんていうの、カタログから雑誌になりましたよね。はい、こう開くっていう。はい、こうわかります？はい、わかるかな、カエル君。こう雑誌ってこうじゃん。わかんない。雑誌、ほらファッション誌とかさ、俺よく読むペット業界の雑誌とか園芸雑誌とかさ、はいはいはい、そういうのってこうですよ。そうですね。週刊プロ野球もこうですよ。こうなった、雑誌みたいになったんで、開いたらほら見て、この裏表紙、これ何これ。おしゃれ。おしゃん。ねえ。なんか立ってます。時田らしく立ってるね。ナスも立ってたけどね、基本立たしたがるね。はい。立ってますよ。かっこいい、おしゃれだね、ほんとこれね。いいこと書いてありますけどね。で内容ですね、こういう記事がねたくさん載るようになりまして、読み物がねたくさん載るようになりました。で非常に読み応えもあって、でここに載っている記事というのは、我々が1年間かけてやってきた活動の中で得た情報や、そこで知り合った方にね、お話をしていただくっていう形で載ってますので、本当この1年の最新の農業事情や、農業に関わる、食に関わるいろんな情報が散りばめてあります。でもちろんプロの生産者の方が作ってみてどう思ったかとかですね、こういう産地でこんな風になってましたよなんていう情報も載ってますので、本当カタログとしてだけじゃなくて読み物としてもね、非常に優れた内容になってるかなと自負しておりますよ。で厚みもね、そう営業さん泣かせ。いや困るんだよ。これ10冊持ってったら結構重たいよ。俺も新幹線乗る時どうしようかなっていうぐらいでさ、なんかどうなのかね。ちょっと重さに関しては問題ですけれども、その分読み応えあるというものになっております。でカエル君嬉しいじゃないですか。我々のねこのチャンネルもですよ、我々がやってるこのチャンネルもですよ、こうやって紹介してもらってるわけですよ。ね、恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。どうなんですかね、これ参考になればいいんですけど、見ていただければね嬉しいなというふうに思います。一般野菜、我々これうちとイタリアチャンネルですが、一般野菜の方もですねちょっとご紹介すると、かなりね産地情報載ってましたね。載ってますよね。でこれ一つの例ですけど、ほうれん草エクストリームとかね、各産地でいつ巻いたらどうなったかっていうのが載ってるんですよ。でこれ実はねとても重要な情報で、それぞれの産地の気候を少し調べていただいて、自分のとことどう違うか、で実際にこれは生産者の畑でやったものですので、そこからじゃあ自分のとこじゃこれぐらいで巻けばいいかななんていうのがね、こう考えることもできる内容になってます。
でよくねこういう種苗会社のカタログとか見ると、何月何日に巻いて何月何日に取れるよとかね、この品種は推奨は何月何日から何月何日巻きですとかって書いてあるんですけど、はい、あんなんね当てにしちゃダメですよ。あんなんね当てにしちゃダメですよって言っちゃあれですけど、目安にはなるんですけど、やっぱ種苗メーカーのねこんな大利根のね片田舎に引きこもってコツ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 野菜と話してる人がですよ、北海道でいつ巻いたらいいかなんて分かるわけないんですよ。正直分かんないですよね。想像に過ぎないですね。はい、あんなこと言ったら怒られるんですけど、もちろん一生懸命考えてこうかなっていうのを書いてるんですが、それよりはこういった生産者のね現場での情報の方が圧倒的に役に立ちますので、本当ですね。それをたくさん載っけてあります。なので皆さん見て考えるっていうこともね、できる内容になってますね。特にこういう一般野菜、ほうれん草とか小松菜、ネギ、トマトとかね、そういうものに関しては産地情報たくさん載ってますので、これね小松菜も千葉県でやったらこうでした、茨城県でやったらこうでしたなんてのが載ってたりとか、ネギも同じですね。もういろんな産地の写真が載ってますので、なるほどなと思いながら見ていただければなというふうに思います。レシピ、美味しそうね。どうやったら食べたらいいのかっていうのもとても重要な情報ですので、こういったものも載っているということですよ。最後の方にはですね、例年これも載ってるものなんですが、資材、バイオステミュラントとか、資材、時田種苗の資材ってね、時田種苗資材メーカーではないので、時田種苗がものすごくいいなと思ってるものを載っけてるんですよ。これね実は1個ね、なんていうかな、おすすめだよね。少なくとも時田種苗にいる我々はこれいいねって思ったものだから、何かしらの効果を感じたものってことですもんね。世の中に5万とある資材、我々いろいろ試験しますけど、どうですかね、半分ぐらいはっていうのもあるよね。それたまたまこの地域に合わないのか、我々のやり方に合わないのか分かんないけど、ありますよね。でそんないろんなものを日々試験する中で、これいいじゃんみたいなのを、時田種苗のカタログにも載せて販売をしてるということですので、キチン酵素好きですね。キチン酵素好きだよね。俺も好きだ。困った時の涙のみ的な存在ですね。そうなんですよ。そういうのが載ってますんで、これもぜひね、そういう目で見ていただけたらいいなというふうに思っていますね。あと実は地味にこれも毎年私紹介してますが、この最後の方のページにこのシールとかあるんですよね。これも直売所で販売される、お友達に差し上げる、もちろん市場に出荷する、こういう時にプラスアルファになる要素ですんで、時田種苗はもちろんこんなところで儲けようとは思っておりません。もうほとんど原価です。でこういうのってね、100枚作るとかってむちゃくちゃ高くなるんですよ。だからある程度まとまった量、それでもその100万枚作ってるとかっていうのに比べたら高いかもしれないですが、ある程度こなれた値段になるように我々で制作してお譲りするっていう形になってますので、この辺もぜひね目を通していただきたいんですよね。使えるものあったらぜひ積極的に使っていただきたい。野菜の価値観を上げるね資材の一つだと思いますので、検索なんていうの、知らなかった。なんつうんだこういうの、目次赤さと穴で作物名から弾けるようになってるね。すごい。こんなのもついてるな。俺が今気づいたこれ。びっくりした。というわけで新しいカタログどうですかこれも。いやー本当ね、それ制作するのはすごい頑張りがあったんだなっていうのを感じさせるようなボリュームアップですね。そうですね。ところどころ間違ってるっていうかね、誤字脱字があったりもするかもしれないですけどね。でもそういうのも一生懸命ないようにということで、作っておりますので、ぜひ皆さんお手に取ってね、じっくり眺めていただければなというふうに思います。またそういう意味では我々の1年ここから始まるみたいなところもありますんで、そうですね。気合い入れてこのカタログとともに1年ね、頑張っていきましょう。ということで今日はカタログの紹介をいたしました。また次回の動画も楽しみにしてください。チャオ。